おはようございます。おはようございます。レコード聖地巡礼第7弾、本日は池袋にやってまいりました。池袋出身の超有名ミュージシャンといえば、じゃじゃん、シュガーベイブ、つまり山下達郎さんですね。今年はこのシュガーベイブソングスがリリースされて50周年、つまり達郎さんもデビュー50周年になります。そういう記念すべき年にですね、この達郎さんが生まれた池袋の地からキャリア初期の聖地みたいなところをちょっと巡礼していこうかなと思ってます。実はこれですね、Add Some Music to Your Day というアルバムで、達郎さんがこのシュガーベイブでデビューする前にアマチュア時代自主制作で友達と作ったアルバムなんですね。これ友達の家でのホームレコーディング作品で、どこで撮られたか分かってるんですよ。なのでその撮られた場所の方に向かってみたいかなと思ってます。東武東上線の成増という駅から行けるみたいなんで、これからその成増方面に繰り出していこうと思ってます。行きましょう。東上線にじゃあ向かっていくんですけど、ちょっと成増に行く前に寄り道したい場所があって、達郎さんって生まれは池袋なんですけど、中学生の頃に引っ越しされてるんですよね。その引っ越した先っていうのが練馬区の平和台。当時その達郎さんの、お父様がお菓子屋さんというかパン屋さんというか、そういうお店を営んでたらしいんですね。まずはそこの跡地というか、達郎さん初期の痕跡をたどるっていうことなんで、達郎さんが住んでた場所、そこに行って、そこからAdd Some Music to Your Dayがレコーディングされた成増の方に移動してみようかなと。というわけで最初に目指すのは平和台。今では地下鉄有楽町線の平和台駅が近くにあるんですが、平和台駅って開業が1983年なんですよね。つまり達郎さんが暮らしていた当時はまだありませんでした。なので今回はあえて当時の最寄り駅だった東上線の東武練馬駅から歩くことで、若き日の達郎さん気分を味わおうじゃないかという作戦です。今ここに降り立ちまして、達郎さんが中学時代からしばらく暮らした実家っていうのがこの平和台エリア、この平和台のどこかにあるんですよ。でこの自衛隊の駐屯地が今ありますけど、そこは当時から自衛隊があったみたいなんで、この辺はちょっと当時の面影が若干感じられるんじゃないかなって。懐かしさを感じる駅前商店街を抜けて、ご実家だったパン屋さんの方へと向かっていきます。かわいいな。でもそもそもですよ、なんでこの男はパン屋さんの場所なんて知ってるんだろう。そんな風に疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。その理由を今からご説明します。ここでですね、もうこのシリーズご覧いただいている方にはもはやおなじみかもしれません。住宅地図細野さん、大滝さんの回をご覧いただいた方はもうまたこれかっていう感じだと思うんですけど、図書館に行って昔の住宅を一軒一軒のその名前が入ってるこれを探りに行ったんですよ。お父さんのお菓子屋さんがあったのが練馬区平和台だっていうことはネットとかでも書かれてたんで、その平和台エリアをですね、私その古い地図しらみつぶしにものすごい時間をかけてですね、ああでもないこうでもないって、ちょっとこれねどこまで明かせるか分かんないけど、ここにですね、このカンパチ通りから降りて、この黄色にマークされてます。そうです。見てください。決め手になったのはこの上にテンダベリーミュージックって入ってることですね。これは達郎さんが80年代に立ち上げた音楽出版社ので、その脇にあるこの山下商店、ここがおそらくお菓子屋さんだったんであろうということなんで、ここに行っちゃおうかなと。残ってる古い店とか、だからもしあったら、何かもしその当時を知りそうな方とかに証言を聞くことなんだからできたら最高だなと思ってますけど、行きましょう。東武練馬駅から平和台エリアまでは歩いて10分以上。まずは自衛隊の駐屯地方面を目指していきます。道中には何ともレトロなアーケード街がありました。アド町によるとですね、ここは1975年頃にできたらしいです。達郎さんも言ってるかもしれません。そんなアーケードを抜けると自衛隊のものらしき鉄塔が見えてきました。今回だからAdd Some Music to Your Dayとかも絡めて聖地巡礼をしようっていう、改めてこうネットでいろいろ調べてたら、シュガーベイブとか達郎さんがその若かりし頃のことが克明に日記のように記録されたブログみたいなのがあったんですよ。明らかにこれ中の人が書いてるなっていう感じの、当事者だなっていう、これ誰が書いてるんだろうと辿ったら、シュガーベイブのメンバーだった村松邦夫さんのブログだったってことが分かりまして、今回そこがですね相当参考になりましたね。なんかバンドを支援する、なんか若手ミュージシャンを支援するみたいななんかサイトがあって、そのなんかサイトの中の1コーナーみたいな感じ、
そのなんかプロジェクトみたいなのを運営してたのがリーダーみたいな方がその村松さんがやってらっしゃって、これはなんかあるバンドの物語であるみたいな書いてあって、であまりに克明に書かれてて、果たしてどこまでノンフィクションなんだか分かんないけど、村松さんはシュガーベイブのメンバーになるんですけど、この Add Some Music to Your Day のレコーディングの時にもその機材を貸したりとかしてメンバーの皆さんと交流があったんですよね。もう転載したのかね。90年代くらいそのいきさつも分かる人いることね、でもあれ本当に面白いですから。コメント欲しいですけど、うん。自衛隊駐屯地のすぐ横はドン・キホーテ練馬店。なかなか年季の入った建物ですよね。調べてみたらドンキが入ったこの東宝プラザビルは1970年開業の複合商業施設だそうです。なんと6階のボーリング場は未だに健在。ウィキによるとですね、達郎さんも子供の頃に通ってたらしいです。カンパチを渡って平和台エリアに入ります。見るからにただの住宅街っぽい雰囲気がプンプンしておりますが、今はここですね。カンパチを渡ってこう入ってきて、昔はコカ・コーラの営業所だったのが今はヤマトさんになってますね。その先を入っていくと、その達郎さんが暮らしていたエリアの住宅街に突入していくわけですね。行ってみましょう。いよいよ聖地付近へと突入。古くからありそうな床屋さんやクリーニング屋さんもあって一気に雰囲気が出てきました。そしてここじゃない、ここだよ。ここですね。ここがここだったんだね。地図の場所に到着しました。見事にただの住宅街ですね。もう面影何もなしと。かろうじて隣のアパートの名前が当時から変わってないっていうくらいで、ここが達郎さんが昔いたんだな。とりあえず第一目的地にはたどり着いたということで、何の痕跡もない。予想はしていたけど、近くに昔ながらの商店街があって、ひょっとしたらやってるお店もあるかもしれないんで、ちょっとそこを見て、現役でやってるとこはどれくらいあるのか。昔の商店街はすぐ近くでした。米屋さんはやってんのかな、ね、70年代の地図と照らし合わせてみると、当時から続いているお店は今もちらほらありますね。こちらのお豆腐屋さんは名前は当時のまま今風に生まれ変わっています。本当はこの辺にお肉屋さんもあったみたいだけどもうないです。この辺の商店街で山下家も買い物をしていたんじゃないでしょうか。持ちつ持たれつだったんじゃない、やっぱり。お米屋さんがやっているので話を伺ってみましょう。お米屋さんのお母さんにお話を伺うことができました。まずこの辺に山下菓子店っていうのが昔あったみたいなんですけどってことを伺ったら、山下達郎の実家でしょってさらっと出てきましたね。で達郎さんもたまに手伝いでお店に立ってパンを切ったりしていたとおっしゃってました。ネットの情報によると、そのご実家っていうのは山崎パンのいわゆる山崎ワイショップ的な業態のお店だったというようなことが書いてあるんですけれども、お米屋さん曰くですね、その売ってたのは食パンとか、そこで切ったパンにジャムを塗ったような菓子パンとか、あとおせんべいとか、そういったものが売ってたらしいんですよね。お米屋さん曰く、その山下家がこちらの商店街の方で買い物を普段からしてたというような印象はあまりないみたいなんですけれども、パン屋さんはその山下さんのところしかなかったので、このお米屋さんの方もパンを買いには行かれていたということでした。その当時、達郎さんが音楽をやられてたっていうようなことは、ご近所の方たちはあまりご存知じゃなかったみたいで、あくまで近所の方たちが達郎さんを認識したのは、売れて有名になってからだったみたいですね。その当時からすでに熱心な達郎さんのファンの女の子が家を見に来たりはしてたみたいなんですよね。ブレイクしてしばらくした頃には、もうご家族もこの場所を離れられたということだったので、もうこちらの方に住まわれなくなってからはもう相当な時間が経っているということでした。もう今はもう周りも新しい家ばかりになってしまっていて、当時のことを知っている人はあまりいないんじゃないかということでした。なんかすごくイメージが膨らみました。ありがとうございます。いや、突然のお伺いですいません。ありがとうございました。ありがとうございます。貴重なお話伺えてよかったですね。ありがとうございました。100万が一その達郎さんのパン屋さんがまだやってたらそこでパンを買っていこうと思ったんですけど、もうなんかどっかしらでちょっとパンを調達してもう腹も減りましたんでね。というわけでさっきのドンキでパンをゲットすることにしました。
先ほども言いましたけども、山下商店はどうやら山崎ワイショップだったらしいということで、ここで選ぶファンも当然山崎一択です。達郎さんご自身は実家がパン屋であったがゆえに、もうパンを見るのも嫌だという時期があったみたいですけどね。私は美味しくいただきました。今ちょっと充電がやばいということで充電もしつつの小休憩中です。次向かうところは、成増です。アドサムミュージックトゥーユアデイ、これがレコーディングされた場所。パン屋さんのあったご実家から達郎さんが自転車でしょっちゅう通っていたという、それがここですね。赤塚。今回この場所も分かった。はい、場所も分かりました。あのエリアに住んでる方で達郎さんファンの方のブログみたいなのがすでにネットにも存在してて、ここだっていうのは明かされてるんですけど、この企画一応自分でちゃんと地図も取ってこようっていうのがあるんで、これも取ってきました。はい、成増駅はこの辺にあるイメージかな。そこからこうズン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 行って、ちょっとこの辺この赤塚っていうエリアなんです。このマークしてある。そうですね、してあるところ。とにかく大きい。ここが並木商事。そうです。この並木商事の並木さんこそが今回の超重要人物。アドサムでベースやマネジメントを担当している並木さんは、達郎さんの中学時代からの親友にして音楽仲間で、この広大な敷地にお住まいでした。醤油問屋が作ってたのかな、製造業をやってたのか、大きな灯籠とか蔵のあるようなところだったらしくて、でその一角の離れか倉庫かのところに練習場所があったと。その離れというのがジャケット裏に記載のあるサーフィンラビットスタジオなのです。この当時ここはもうすごい音が出し放題だったらしいんですけど、確かに当時の地図見ると周りはほとんど家がないですよね。一軒家のサイズ感がこういうサイズ感だから、それを考えるといかにでかいかっていう。後の大貫妙子さんがシガーベイブ時代を振り返るインタビューっていうのも、ね、あったんですけど、それの中でもやっぱりこの並木さん家がめちゃいかに豪邸だったかっていう話がちょっと出てきてました。周りにも結構並木さんっていう家が、ね、いっぱいあるんで、並木荘、並木さん、地主さん的な感じで並木さんがいるかもしれないよね。次はここに行ってみましょうということで、充電も完了。再び東上線に乗って成増に向かいます。平和台のあたりと言い忘れちゃったけど、平和台は尾崎豊さんの出身地でもあるらしいですよ。でもこの頃でも山下商店あったからギリ。そうね。実は盗んだバイクは山下家のバイクだったり。すごいのそれ。来ました。さあ成増に到着しました。目的地があるのは商店街とは反対側の出口です。こっち側ですね。でもそうメインというか今日はこちら側は駅前がいきなりの不思議崖。な作りの。これはブラタモリ好きにもたまりませんね。北口になるのかな。駅前なんですけど、もうふと見回したら並木こっちにも並木みたいな。達郎さんのお仲間の並木さんとイコールなのか分かりませんけど成増は並木さんの管轄の町のようです。行きましょう。駅前を離れサーフィンラビットスタジオを目指します。多分ね、今ここら辺だと思うんだよな。そこを左にずんずん上がってって、そしたらバス停が当時の場所が変わってなければ、ここに赤塚高台前っていうバス停があるから、その辺をちょっと目指してみましょう。バス停あるね。そうですね。赤塚高台。でもね、逆転してる位置が。バス停は上下線の配置こそ当時と逆になってますが、場所自体は変わってませんね。スタジオだった場所ももうすぐそこです。こっち行って、もうちょい行って右だね。ここだね、あそこだ。あの辺ですよ。この辺のはずですね。ちょっと見てみましょうか、地図を。坂を降りてきまして、右折しました。最初の道の角だから、大きなマンションが建ってるとこかな。今やっぱマンションになってますね。今のマンションの正面玄関の位置と当時の並木家の門の位置が同じであることに気づきました。何か風水的にいいこととかあったんですかね。マンションの周りを少し歩いてみます。この畑は昔からありそうですね。ちなみにシュガーベイブはバンド名の候補として下赤塚5丁目バンドという名前も挙がっていたそうです。
畑の奥に見えるお宅も当時と表札が変わっていませんでした。これくらいの距離感があれば音出てても気にならないかな。地図を見ると現在では一軒家が立ち並んでいるこのエリアも当時は並木家の敷地でした。実際に訪れてみると証言通り相当な広さですね。全然知らなくて、私のレコード持ってる感じあります。あるある、全然あるよ。これだけ個数があったらね、5人くらいは持ってんじゃない？具体的な細かい場所までは分かりませんけど、聖地到着しました。全く想像はつかないですけど、でもこの広い敷地のどこかでこれがレコーディングされました。100枚だけ埋め落とされました、これが。次に向かっていきたい。そうですね、次はですね、いい加減腹が減ったんですよ。だって今もう4時近いですからね。腹が減ったんで、当時その並木家に集まっていた面々は夜中になると必ず繰り出していたラーメン屋さんがあるらしいんです。そこに向かいたいと思います。そのラーメン屋があったのは成増から4駅の常盤台。もはや乗り慣れた東上線で移動します。常盤台の駅に降り立ったんで、その達郎さんたちが通った通称ゲトバシラーメン、今受け継いだ店が別の場所で営業してるんですけど、当時は環七沿いにあった土佐っ子ラーメン、それを通称みんなゲトバシゲトバシって呼んでたらしいんですよ。だからその当時の場所をちょっと見つつ行ってみましょう。まずは環七時代はやっぱ結構伝説的な店だったっていう。食券の代わりに箸をもらうらしく、通称で呼ばれてたゲトバシラーメンっていう名前で今やってるお店が常盤台にあるんですよ。同じ名前になったら池袋になる。そう池袋に環七土佐っ子ラーメンっていう名前のお店もある。どこに行くのが一番正しいのか分かりづらいので整理します。かつて達郎さんたちが通ったのは常盤台付近の環七沿いにあった土佐っ子ラーメン、それを通称ゲトバシと呼んでました。でそのゲトバシという通称を受け継いで今現在も営業しているのが同じく常盤台の富士見街道沿いにあるゲトバシラーメンです。そんでもって土佐っ子ラーメンの名前を受け継いで今も営業しているのが池袋西口にある環七土佐っ子ラーメンです。で今我々が向かっているのはオリジナルの土佐っ子ラーメンがかつて存在していた環七沿いの跡地です。この辺だ。この写真のとこ、そうとある方のラーメン屋さんの巡礼者のブログなんですけど、確かここら辺に店がありました。まさにここです。今はね家系ラーメンが今向かいにありますけど、同じ場所で食べたいという意味では武蔵屋は正解かもしれない。ちなみに土佐っ子ラーメンは今でいうとこの背脂チャッチャ系だったらしいんで、そんなヘビーなラーメンをじゃあ今食べられる常盤台のゲトバシラーメンさんに向かいたいと思います。動画ご覧の方は行ったことある人いますかね。達郎さんファンの聖地として土佐っ子を捉えてる人がどれくらいいるのかわからないけど、普通にラーメン好きで昔行ってたっていう方はいるかもしれないですね。常盤台の閑静な住宅街を抜けていきます。歩くこと20分。やってなさそう。準備中になってる。9月までは16時だって。来るの遅かった。なんと夏場の営業はまさかの16時まで、Google マップは当てにしちゃいけませんね。来週だったらやってたのかな。ここで諦めないのが聖地巡礼。ゲトバシがダメならと池袋にあるもう一つの系列店環七土佐っ子ラーメンを目指すことにしました。この聖地巡礼動画おかげさまでね、細野さんと大滝さんの会はもう本当大盛り上がりで本当ありがとうございますって感じですけど、でもやっぱこれを盛り上げてる要因の一つはやっぱコメントを皆さんたくさんくださるってことですよね。細野さんが住まわれてた米軍ハウスの後にそこでレッスンを受けてたっていう方のコメントありましたよね。あれはかなり印象深かったですね。動画を見てさらにその当時を知る人がコメントをくださることによってさらに動画の深みが増すというね。今回もそれに大いに期待をしてますので皆様ご協力何卒よろしくお願いいたします。お客はんやってなるようにちょっとぜひよろしくお願いします。いやちょっとアドサムのオリジナル持ってるって方のコメント欲しいな。選ばれし100人のうちの1人ってことですから。達郎さんの6番より若い番号を持ってますって言う人がいたらメンバーってことになってくる誰が1番もらったんだろうな。そういう情報はない。それはさすがに分かんないんじゃない。
それはね、そのライナー、再発版のライナーに書いてあるの。バンドリーダーじゃないんですか？ね、実質的にはバンドリーダーだと思うけどね。でもその当時はもうちょっとイーブンな感じだったのかな。まあやっぱマネージャーの並木さんが一番だった可能性があるしね。あるいは親愛なる長谷川くんかもしれないし、ちょっと私には分かりません。はい。さあこんなこんなで常盤台駅に戻ってきました。常盤台駅には昔の写真がたくさん展示されています。写真の近さ、こう郊外ののどかな場所。空腹を忘れてまたしてもブラタモリモードの田中。撮影の野田くんが困ってます。さあ今日のスタート地点である池袋へと戻ります。また池袋に戻ってきちゃいましたよ。実は達郎さんのお父様、平和台に引っ越す前は池袋の西口で居酒屋をやっていたそうです。そんなことにも思いを馳せながら西口の飲み屋街を歩きます。この辺だと思うんだけどな。あった。来ました。来ました。よかった。とりあえず飯にありつけますよ。行きましょう。トサッコラーメン1つ、はい、とあとトサッコチャーシュー麺ください。以上。はい。トサッコです。ビールもめっちゃ行きたい。超絶腹ペコの身にはこの背脂がとても輝いて見えます。アトサムを脳内 BGM にしながらすすります。アトサムに思いを馳せながら食べましょう。スープは飲み干す主義。将来が心配になります。いや、美味しゅうございました。なんか思ったよりそんなにヘビーじゃなかったよね。かなりもう疲労困憊だったんで、なかなかもう脳も回んなくなってましたけど、エネルギーを補給して、まだ今日これで終わりじゃないんですよ。もう今日ね、まだだってアドサムの話しかしてないんですから、行くべき場所はまだあるんですよ。ね、ここシュガーベイブの聖地行かないと終われないっていうことで、シュガーベイブが結成された、きっかけになった場所っていうのが四谷にありまして、今は四谷のジャズ喫茶の超老舗イーグルっていう名店で営業してるんですけれども、そこが昔ディスクチャートっていうロック喫茶だったんですよ。そのロック喫茶ディスクチャートでシュガーベイブのメンバーは大貫妙子さんとかはじめ出会って結成に至るという場所なんで、今もその店そのまま残ってますんで、四谷のイーグルさんにこれからお邪魔したいと思ってます。行きましょうか。じゃあイーグルさんってもうジャズ喫茶自体もものすごい有名なお店なんで、だからジャズファンにとっても聖地みたいな店だと思うけど、むしろそのロック喫茶のディスクチャートとして営業してたのは2年間だけだから。全然人気がなくて、もうイーグルに変わっちゃった。ディスクチャートはやっぱりちょっとその当時の主流だったロックではないようなものをかけてたらしくて、だからある種だから意識が高すぎたっていうか早すぎた。それで結局2年で畳んで、もともと別の場所でやってたイーグルがディスクチャートのところに移動したっていう。埼京線と中央線を乗り継いで15分、四谷に到着です。この辺です。辺りもすっかり暗くなっちゃいました。多分この通り沿いだと思います。この辺りだと思うけど、あったあった、あそこのトランペットの看板が。四谷駅から歩いて3分ほど、イーグルに到着しました。経済交渉ってやつですね。じゃあ行きましょう。とても居心地の良い空間に大音量でジャズが響き渡っています。ディスクチャート時代、達郎さんはお店のスタッフだった長戸義郎さんと出会い、長戸さんは後にシュガーベイブのマネージャーとなります。長戸さんがバンドの連絡先として使っていたお店の公衆電話は今もそのまま残っています。これは感動。ソングスのジャケットの元ネタになったと言われる古い写真集「パリの女たち」もこの日のために持ってきました。復刊されていて今も入手できますので、皆様もぜひ。行ってきました。四谷ディスクチャート改め現イーグルさん。当時はここで夜な夜な達郎さんたちがセッションを繰り広げてたりとか、本当にシュガーベイブ結成になくてはならないお店なんで、その雰囲気を味わえて感激しました。カジュアルな雰囲気のお店で、全然なんかその肩肘張った感じがなくて居心地のいいお店でしたね。ここが最後と思いきや、ここまで来たらですね、シュガーベイブがレコーディングしてたエレックスタジオとかが新宿御苑の方にあるんですよ。もうエレックスタジオもうないんですけど、その近くに御苑スタジオっていうシュガーベイブが当時リハスタとして使ってたスタジオはまだ現役で稼働してるらしいんで、ここからほど近いんで、今日の巡礼の終わりにその雰囲気を確かめていこうかなと。はい。御苑スタジオまで思い切って歩くことにしました。25分ほどの距離です。
もしかしたら達郎さんたちも当時この道を行き来したことがあったかもしれません。考えてみればアドサムが作られてからシュガーベイブが解散するまでってわずか3年ちょっとの出来事なんですよね。短い間にいろんなものが凝縮されたさぞ濃密な時間だったんだろうなと思います。もうちょい先だ。あ、御苑スタジオあった。これですよ。ね。御苑スタジオに到着しました。見るからに歴史を感じる佇まいです。来ました。ここで頑張って練習してこれができました。ここも聖地の一つです。通路の奥へと進んでみます。こうなんだ。スタジオの方に話を伺ってみましょう。ね、昔シュガーベイブがここで練習してたっていうのをなんか聞いて伺ったんですけど。ああ、そうそう。違うベイブっていうか、ハッピーエンドからみんな流れて、俺が記憶があるのは細野さんあ、細野さん、はいはい。ぐらいは記憶があるんだけど、それこそこっちも高校生ぐらいだから、あんまりここにいなかったし、はいはい。あ、じゃあもうその遊びまくってた。その頃から働いてらっしゃるんですか。っていうか、親父がここを始めた。あ、そうなんですか。へえ。ここっていつぐらいからあるんですか。そろそろ60年近くなるのかな。もう60年代からってことですね。要はグループサウンドがはい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 。あ、なるほど。始まった頃。へえ。じゃあもう最初からエレキでのスタジオって感じだったんですか。本当はは上にヤマハの人がいて、いはいはい。エレクトーン教室ああ、はいはいはやってみたらどうですかって言われて、い。はいはい。スタジオの中に個室作って、はいはい。エレクトーンの教室やってたんだけど、はいそんなにお客さんもつかなかったし、はい。そうこうしてるうちにグループサウンズが流行りだして、はい。でみんな借りに来るようになった。そうだ。昔ここの近くにエレックレコードのスタジオもあったんですか。エレックレコードはその柳通りはいはい。のところにエレックレコード何録音はね、はいはい。そこにあったのかな。はい、なんか録音うちでしてたのかなんか録音スタジオもなんかこの近くにあったっていうのうちでやっも。てたよ。あ、そうなんですか。へえ。あ、じゃあもうエレックこのの。奥がはいはこれに調整卓があって、い。はいはいはでエレックさんも結構ほら近くだからい。はいはい。来てくれて、あ、じゃあもう普通にエレックの収録スタジオとしても使ってたんですね。そう言ってるのはわかんない。はいはいあったのかもしれないし、ありがとうございます。ご厚意でスタジオの中も見せていただけました。ありがとうございます。こちらはハッピーエンドをはじめとする数々のミュージシャンが使ったという1階の広いスタジオ。当時と全然変わってないそうです。つい先日も松本隆さんが雑誌の取材で訪れて懐かしんでおられたとか。機材もいい味出してますね。この大窓はレコーディングルームだった頃の名残。先ほどの受付の場所がミキシングルームだったんです。2階にも上がってみることに。お、面白い。2階のスタジオは少し小さめ。スタジオの方曰く達郎さんたちはこちらをよく使っていたとか。天井の防音パネルも年季入ってます。終了を知らせるランプがまた渋い。受付で手動でスイッチを押してました。スタジオの方が教えてくれたエレックレコードのあった通りに行ってみます。受付のカウンターだけみたいな。ここかな。何通りっておっしゃってたかな。柳通りみたいにおっしゃってたよね。柳通りっていうのはないけど、この辺で通り名がついてるのは花園通りしかないから、でもここなんじゃない？あ、でもなんか柳っぽい木があります。多分、あ、そうだね、そうだ、そうそう。御苑スタジオのマスター曰く、この柳の通りに昔のエレックレコードのスタジオがあった。未だに古いビルが多く、いかにもこの辺にありそうな雰囲気です。まあでもこの辺のビルとか明らかに古いもんね。後日正確な住所を調べて再訪したところ、この場所に昔日本天然色ビルというのが建っていて、エレックもその中に入っていたようです。
大滝栄一のレコーディングダイアリーにもシュガーベイブのエレックスタジオでのレコーディングのことが載っています。いやー、お疲れ様でした。一日中今日歩き回りました。ポイントポイントでなんかそのね、当時を知る人に話も聞けたし、こうやって達郎さんのこう足跡をたどることによってレジェンダリーなこうミュージシャンがすごい身近に感じられましたね。シュガーベイブに至るまでの達郎さんの足跡をかなりトレースしたんじゃないですか。あ、明かり消えたね。もう今日は閉店。明かりが消えちゃいましたが、終わりますね。はい。というわけでレコード聖地巡礼第7弾終わりです。また次回もセイムタイムセイムチャンネルでチャンネル登録もお願いします。